Hello everyone, this is Xwin Crypto TV. Thank you for watching. In today's episode, we're going to have a very special guest speaker who will share with us about the investment world. Now let's move to Japan side. ちなみに、投資っていうのは、いろんなものに投資ができるじゃないですか。例えば我々の出している XE のプラットフォームっていうのは暗号資産のその投資信託のようなものに投資するというものですが、どんな種類のものが投資の対象としてあるんですか？代表的なものを挙げると、一つは株式、企業の株ですよね。企業が発行している株。はい。で、その時、債券。債券いじる人あんまりいないんですけど、国債とかね、社債とか、その辺ですね。それが債券。国債とか社債っていうのが債券っていうふうに言われるものですね。なるほど。で、債券は、貸付企業とか国にお金を貸していることなんで、利息がもらえる。なるほど、なるほど。インカムゲインですね。なるほど。国債とか最近いろんな問題があって、日本が国債が発行しすぎてるとか、そういう問題が、例の債券っていうものなんですね。だから我々のお金を国とかに貸してると。で、その国が、利子をつけて返してくれるっていうことなんです。じゃあ、そこでって、リスクはそんなに大きくないっていうことですかね。そうですね。債券はリスクが低い。リスクフリーっていうふうに言われてますね。ほぼリスクがない。ほぼリスクはない。はい。でも例えば、日本とかアメリカの場合は、そのリスクが低いっていうふうによく言われるんですけど、例えば新興国の場合とかの債券を買うときには、リスクは高いっていう。高いです。なるほど。その代わり、リターンも高いです。新興国の債券は。リターン、返ってくるお金が高いということですね。年率 7% とかもありますね、債券で。国債のリターンって 0.1% とか 2% ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと正確じゃないですけど、新興国の債券は 5%、6%、7% ぐらいまであって、でも、そのデフォルトって言われる、債務不履行、お金返せなくなりましたよっていうのになる可能性も、その分高いということですね。なるほどね。はい。それ以外になんか、投資の対象っていうのはあるんですか？あとは商品、コモディティ。はい。コモディティ。商品って何ですか？貴金属とか、貴金属。農業商品とか。農業商品。はい。あとは原油とかエネルギーとか。エネルギー、原油。あの辺のもの全部ひっくるめて、コモディティって言うんですけど。なるほど。そういうのも投資の対象と、例えば、小麦とか、原油とかも、投資の対象として考えることができるってことですね。そうです。世の中の需要に応じてその価格が上がったり下がったりとかするので。なるほど、なるほど。なんか、コロナの時に原油の価格が0円になったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、そういうものはあるってことですよね。なるほど。それからありますか？あとは不動産ですね。大きいところで言うと。なるほど。不動産。なるほど。マンション、ビルの全部とか一部を買って、家賃収入。家賃収入なんで、これはインカムゲイン。結構マンションとか買われた方多いと、いると思うんですけど、マンションって住んだ後売ったら、なんか意外と高値で売れたみたいな。ありますね。これ、キャピタルゲイン。それがキャピタルゲイン。その買った時より高くなったらキャピタルゲインが得られるっていうことですね。そうですね。なんかマンションとか不動産って住むためだけに買うようなイメージもありますけど、あれなんですね。投資対象で買う人もいるわけなんですね。投資対象で買う人も多いですね。なるほどね。それ以外に何かありますか？あとは為替、FX ですよね。FX って言われてるものですね。トレーダー、これも完全に値動きに欠けるので、投資というか、投機というか、結構、ギャンブルに近いものはありますね。株式でお金貯めた人が、FX で溶かすっていうのは割とよく聞く話です。溶かす稼いだお金なくなっちゃうっていう。それ、FX ごめんなさい。FX っていうのは日本円と、例えば US ドルを交換するっていうような、その投資方法。いわゆる、投機に近いような感じなんですね。なるほど。あとあれですよね。我々がやってるような、その暗号資産。そうですね。仮想通貨暗号資産みたいなもの。なるほど。最近やっぱりその仮想通貨暗号資産に対するその盛り上がりっていうのがやっぱり見られると思うんですけど、その辺トムさんはやっぱりどう思いますか？やっぱりリスクは僕はあると思うんですけども。そうですね。かなり値動きが尋常じゃないぐらい激しいので、そこのリスクはかなりあるなと
ただまあ逆に持たざるリスクというか、これだけ上がってる、逆に言うとドルの価値がビットコインに対して下がってるわけなんですよね。なるほどなるほど。なんでどんどん下がっていくドルをじゃあ持ち続けるのか、円もそうですけど、ビットコイン暗号資産に対して下がり続ける円をずっと持ち続けるのかっていう、これもリスクではあると思うんですよね。なるほどなるほど。なのでポートフォリオ自分の持ってるその投資資産の中の何割かに暗号資産を入れることはとても重要なことじゃないかなとは思います。今おっしゃったそのポートフォリオっていう言葉っていうのはそれ何なんですか？ポートフォリオっていうのは自分の投資資産をこういろんな投資対象に分けて、それをまとめて保有してる。その配分、資産の配分をポートフォリオっていうふうに言います。なるほどなるほどなるほど。はいはい。例えば株式を 50% にしますよと。じゃあそのうち30% 債券で持ちますと。じゃあその残り 20% を暗号資産で持ちます。なるほどなるほど。みたいなのをポートフォリオって言います。なるほどなるほど。じゃあやっぱり投資家のトムさんは暗号資産が 95% みたいなのはちょっと危険なんじゃないかと。かなり危険ですね。僕どっちかというとそういうタイプなんですけど、大丈夫ですか？それ危険ですかね。やっぱりそれはもう、まあハイリスク入りたいですね。でもそんなことないな。不動産持ってますから、やっぱりそこは違うかもしれないですね。なるほど。ポートフォリオってその人によって全然考え方が違うくて、なるほど。リスクを取れる人は高いリターンを狙って、そのリスクの高いポートフォリオを組んでいいわけですね。例えば毎月の収入が何百万もあって、別にこのお金なくなっても大丈夫だっていう人は暗号資産 95% でもいいですし、逆にもう年も65とか75になってきて、この残りの人生でしっかりお金を守りながらこう運用したいなっていう人は暗号資産 95% はちょっと具合悪いわけで、そういう人は国債とか債券を多めとかにするとか、人によってその目的とその人の状況に応じてこの適切なポートフォリオっていうのは異なるので、皆さん勉強して自分に合ったポートフォリオってどんな感じだろうっていうのを自分で組めるようになればいいんじゃないのかなと思います。そう考えると僕、暗号資産のポートフォリオ 40% ぐらいですね。僕自身は高いですか？でもリスクを終えてるので大丈夫かなっていうことがあるかなと思いますけども。で、ちなみにその XE のプラットフォーム、XE インベストメントプラットフォームは、その中でも暗号資産の投資なんですけど、その XE のプラットフォームを使うことのそのメリットみたいのっていうのは、トムさんから考えるとどんなところありますか？そうですね。やっぱり暗号資産のまま、海外の株式にも投資できるっていうのがあったじゃないですか。あんなのはすごくいいなって思いますね。なるほど、なるほど。今は多分そんなに種類がないと思うんですけど、日本で株で買おうと思うと、もうなんか S&P とか、ちょっと絞ったので999って言ってそのテック系ばっかり集めたものとかが間接的に書いたりはするんですけど、そういうのを暗号資産、その一つのプラットフォームだけで、その暗号資産にも株式にも投資できるっていうのはいいかなと思います。なるほど、なるほど。あと、よくケルビンが話をするんですけど、ケルビンはもともとブラックロックっていう、大手のヘッジファンドに勤めてて、ブラックロックとかのヘッジファンドっていうのは、やっぱりさっきのどう資産を減らさないか、その利回りは少なくても、ちゃんと確実に儲けるっていうような考え方が、ベースじゃないですか。大事な資産。やっぱりその考え方がベースにあるので、その、分散投資をやっぱり促してるわけなんですけど、分散投資っていうのはやっぱりリスクを軽減するようなものなんですか？そうですね。個別のリスクを軽減するので、例えば株式もあるんですけど、この企業一発、不祥事出ました。株価ガクンっていう、この個別企業のリスクを減らすためには、いくつか分散しておいて、ある程度バスケットみたいで、市場全体と、大体似たような感じで資産が増えていくようにするっていうのはリスクを減らしているってことです。なるほど、なるほど。じゃあこの XE プラットフォームは結構やっぱり画期的なアイデアではあるということですね。投資、暗号資産の中ではなかなかこういうようなプラットフォームはないんじゃないかっていうことですね。
そう、多分暗号資産の運用って、うん。今ほとんど自分でこの暗号資産を買う、この暗号資産を買うっうんうんうんていう、自分で決めて、もう自分で配分しないといけないですよね。なるほど。うんで、それを、ブラックロックにいたケルビンが、うん暗号資産のうんバスケットといううんか、うんうん。インデックスボルトかな。はいはいはい。はい。で、運用してもらえるっていうのは、うんすごくありがたいと思いうんました。うんなるほど。わかりました。なるほど。よくわかりました。投資の基本っていうのはよくわかりました。本当にリスクをどういうふうに減らして自分の財産を増やしていくかっていう観点では、貯金も大事ですけども、積極的に投資をしていくっていうことも大事なんじゃないかと。で、特にやっぱり若い方は、そういう投資の世界の勉強もして、自分自身のやっぱり能力を高めていくっていうことがなんか大事なんじゃないかなっていうふうに改めて、思いました。じゃあ本日は、個人投資家のトムさんをお呼びしまして、投資についてお話をさせていただきました。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Please remember that we're not investment advisor and this video is for educational purpose. Please study with us because the DeFi world has a lot of risks. Stay tuned.